はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。お願いします。前回ねちょっと見えにくい音声と画像で申し訳なかったです。今回はまた見やすい形に戻りましたので、安心してご覧いただけるかと思います。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。どうかな。おっと、入り口がストレングスですね。前回オラクルに出てましたね。そしてカップ9、ワンドナイト逆、ソードクイーン逆、ワンドの7逆、そしてカップ5とソードの5逆です。気をつけることや対策はペンタクルス9と忍者の逆とオラクルは何でしょう。太陽、すごいね。お羊座さん来てますね。なんか見てて楽しくなってきてしまってすいません。ですね、まずちょっと星の補足ですが、8月の、前回もね7月の後半からとにかくどれだけ自分が楽しめますかとか、自分を許可できますかとか、どれだけありのままの自分を表現していいんだよということを自分に許可して、それを喜んでできますかっていうテーマだったんですけど、8月の前半も引き続きそのテーマあります。でよく言われるのが、なんかこう子供のように無邪気にとか、自分の中のインナーチャイルドを喜ばせようみたいな話ってあると思うんですけど、実際にじゃあ子供のように無邪気に本当にできるかって言ったら、今実際自分の意識っていうのは大人だからなかなか難しいと思うんですけれども、そこをね、要するにあんまりしのごの考えずに、理由付けをせずに、感じるままに自分の喜びを自分に許可したり表現していいんだよっていうのが一番の星のメッセージだと思います。で8月4日が新月なんですね。でこの新月は獅子座で起こるんですけれども、お羊座の皆さんにとってはまさに自分に許可してねっていう時であり、で何を許可するかっていうとですね、おそらく、この8月4日の新月自体がこう少しちょっとこう霧の中にあるみたいな感じがあって、その霧の中で確かなものを引き寄せたいとか、はっきりさせたいっていうところから何かの衝動が生まれるんじゃないかなと思うんですけれども、それやりきるとか突っ切るっていうことでパカンと分かれるっていうか、はっきりしてくるんですね。もやもやっとしてたものがはっきりしてくるんですけど、そのはっきりさせるこのスパンっていうエネルギー自体が、お羊座の皆さんは何よりももう自分の喜びとか楽しみとか、そのレジャーとかそういうことなんですね。人生においてそれって何の役に立つのっていうようなことだったりとか、こう何か有益なことだけではなく、何の役に立つかわからないけどただやりたいんだとか、ただ楽しいんだっていうような、その感覚や情熱っていうものが自分自身を作っていくし、守っていくし、もっと大きな道につながっていくみたいな感じがするんです。委ねていけば、そこに頭で考えて、これをやったからこうなるとか、これをやったらどんな利益が上がるとかって、それも有益な時もあるんですけど、今この8月の前半に関しては、お羊座の皆さんどれだけ心を豊かに喜ぶかとか楽しむかとか、それによってどれだけいろんな可能性や企画や自分の人生の可能性っていうのが生まれてくるかわからないっていう感じなので、その喜びを許可するっていうのが一つの登竜門っていうかね、扉を開くきっかけだなっていうふうに思います。でそれともう一つ、8月5日から金星というね、喜びとか愛情とか豊かさっていうものも、ちょっと乙女座に移動したりとか、あと水星も逆行が始まるっていうことで、この水星の逆行っていうのはよくね、コミュニケーションの誤解が生まれたりとか、交通手段が乱れやすかったりとか、何か仕事ももう一回戻って調べ直してみようとかっていうふうに、何かこう反復作業みたいなものが出てきやすいんですね。で8月の5日から8月29日まで、そういったエネルギーがあるということは、もうあえてその期間は反復しながら行きましょうっていう感じがいいと思います。あえて例えば勉強ももう全部すぐうまくいくっていうよりも、反復しながら復習しながらやっていくとか、お仕事も3歩進んで2歩下がって、そしてまた3歩進んで2歩下がってみたいな、そういう感じの方が確実にやっていけるんだなって感じがします。なのでおそらくすごくこの
ちょっとカードの説明もいきましょうかね星と絡んでるんです、私から見ると。でまず、今すごく言われてるのが、お羊座の皆さんはちょうどその前とかもよくタワーとかが出ていたと思うんですけれども、何かね自分の既存のものとか固定概念とか既成概念とかっていうものを何か一つ外して新しく自分自身っていうものが生まれてきてますよねっていうのがあり、でそれを認めれば認めるほどよりその力っていうのは自由に大きくなっていくっていう感じがあるんですね。ダメだと思っていたものがだんだんできるかもしれないと思えてきたり、できるかもしれないと思ったらやっぱりできるじゃないかっていう確信に変わってきたりみたいな形で、すごく小さなものがどんどんと大きく強く広がっていくみたいな、そういう流れの中にいるなっていう感じがします。でそれをご自身で信じられている方は本当にうまくいくっていうのかな。そのうまくいくやり方っていうのはこれまで自分が考えていた思考で考えていたやり方じゃないんです。もっともっと大きな海原に出てどうなるかわからないけどうまくいくみたいな感覚なので、ちょっとそれに対して恐怖があったり心配っていう思いがあるかもしれないけど、まず前回言ったみたいに絶対自分の力を見失わないというかね、大丈夫、自分のだったらいけるとか、この今の可能性を信じられる、要するに喜びの中に自分がいるっていうことをしっかりと信じられる方っていうのは非常にそこからまだまだ開かれる世界があるよっていうふうに言われてます。でもしね、いやいや怖いです怖いですって、そんな自分の力信じられませんっていう方はそんな大きな目標を立てるとかではなく、一つでいいので一日の中で自分への喜びを見つける、ちょっとでいいので何か一つ自分を喜ばせてあげるっていう風にしてると、ちょっとずつそのちょっとずつがねどんどん大きくなっていくっていう感じがするので、ぜひ意識してやってみてください。今日も起きれてよかったねっていうことだけでもいいかもしれないしね、朝起きてそんな感じで、なのでちょっとこのカードから見ると、この8月前半のエネルギーっていうのはご自身が想像しているもの以上の喜びっていうものがちゃんとあるよって感じがするんですね。なんか宇宙はそれを用意してくれてる感じでも、それがご自身がどこまで許可するかによって見える範囲が変わるっていう感じがします。でちょっと現状のところでソードのクイーンっていうのが出ていて、なんだかやっぱり人ってね不思議なもので、何かがうまくいったりとか嬉しいことがたくさんあったりすると、こんなに喜んでて大丈夫とか、なんかしっぺ返しが来るんじゃないかなとか、こうネガティブなことも想像してみたくなりますよね。そんな感じでちょっと自分から積極的に求めていくのはやめようとか、なんか出る杭が打たれるから出ないようにしようとか、謙虚であろうとかね、ちょっと引いとこうみたいな、そんな感じがカードで出てますが、どうしたんでしょうか。ちょっとこれで見てみようかな。ちょっと待ってくださいね。なんか例えばですけど、小さな子供が遊園地とかに連れて行ってもらったりして楽しいってやってる時に、あれも買ってほしい、アイスも買ってほしい、たい焼きも買ってほしいとか、焼きそばも欲しいとか、なんかそういういろいろなんかいろんなものをたくさんリクエストして、だけどそんなにテンション上げすぎちゃダメよって言って抑えられてるみたいな、そんな感じがするんですね。あんまり多くを求めちゃダメなんだとか、こうその中で喜ばなきゃいけないんだみたいな大人の意識が入ってきてますね。これはちょっと待ってね、来られないようにしようとか、そんな感じ。または自分の中でこう想像だけ膨らませて楽しんでるみたいな感じかもしれませんね。実際にそれを行動に出すとか表に出すとか、それを経験できるように自分に許可するというよりは、想像の中だけで楽しんで傷つかないようにするっていうスタンスかもしれませんが、ちょっとそれもったいないなって感じがしますね。ちょっとお待ちください。今守りに入る時じゃないんですけどね、お羊座の皆さん、今守りに入ったらもったいないなって感じがしますけど、こんなに星が輝かしく言ってくれてて、カードもこんなになんかオラクルに太陽が出るなんて、もうほんと晴天じゃないかって感じ
なんかね、さっきも言ったみたいに遊園地とか、もしくはプールとかがあって、こんなにいい天気ですごいこうキラキラしてる時になんか雨傘持っていこうとかそういうなんか日焼け止め持っていかなくちゃとか、あれもあれも人がたくさんいたらダメだからこれもこれもってリスクばっかり考えていて、せっかく目の前にある喜びっていうものを満喫する前にリスクヘッジの方でエネルギーを使ってしまうみたいな感じがあり、で今までの思考の癖であればそうやってリスクヘッジをすることが自分への安心につながったし、安心して喜べるんだっていう状態だったかもしれないんですけど、今そのリスクヘッジいりませんからっていう感じがするんですね。思ってるほど悪くないしっていうような感じなんです。ちょっと待ってください。ご自身が想像してるよりも現状って悪くないよっていう感じですね。でそしてもう一つ本当にその喜びが出てきたり、自分が楽しいことやろうとか嬉しいことしようとかこんなことしてみたいなと思ったら、それに対して起こす行動っていうのは必ず現実的なわけで、なんか空飛びたいと思ったから空飛べるっていうわけじゃないですよね。空飛びたいと思ったらじゃあ高いところに行ってなんか飛行機眺めてみようとかでもいいし、空飛びたいんだったら飛行機に乗りたいから旅行に行こうとかでもいいし、やはり行動っていうのは現実的なわけで、その現実を今までだったら惰性でやったりとか生きていくために仕方ないんだってやっていたことが自分の喜びの行動なんだっていうふうに、ものすごくその日常が変わるんだよって感じで言われてるんですね。なのでそしてすごく喜びがあります。人から受ける喜びがあるし、なんか今この感じで見てるのは、お羊座の皆さんは人から今受け取る喜びがあったり、自分も誰かに対して与える喜びがあるよっていう感じなんですね。要するに喜びのフィールドの中にいるにもかかわらず、責められることを想像したり怒られることを想像して一生懸命自分の身を隠しているみたいな感じがあるので、いや今は喜びましょうよ、自分の喜びをもっといろんな人に伝えましょうよ、喜びを受け取ってくださいよっていうような感じがするんです。なんかこんないいことを受け取ったらいけないみたいな遠慮があるんですけど、遠慮しないでくださいって感じかな。ちょっと待ってくださいね。そしてそうね、おそらくねこんなにこう言われるっていうのは、現実世界が何か変わるっていうのではなく、自分の意識の中でこう解放が起こることによって見える世界が違ってくると思うんですね。なので今これからの現実のところもなんか自分がすごく引いてみて謙虚になって、あまり失敗しないように小さな幸せで満足するようにしておこうみたいな感じでやって最小限にとどめておこうとか、人から非難されないようにこれぐらいの幸せだったら自分ももらっていいみたいな、なんかそんな感覚で過ごしそうな感じが出てるんですけども、今起こってることっていうのは自分が考えている自分が受け取れるだけの喜びとか、自分が考えている自分が体験できるだけの幸せっていうものは自分の頭の中でしか作り上げてなくって、宇宙はもっと大きな海原の中で体験できることを今お羊座の皆さんに体験してもらいたいと思って、ものすごく優しさとか温かさとか喜びっていうものの波動を与えてきてくれてるって感じがするんですね。なのでそれを信じて、じゃあやってみようとか、じゃあこんな風にっていう風に自分に許可した人っていうのは無限にそれが広がっていく感じがするんです。でも自分の思考の中で、恐怖の中でこれだけは許されるであろうという思考の中で生きてると、その思考はそれは消えないので、現実もこんな風に見えるっていう感じがするんですね。受け取ってくださいって感じです、これは。でそしてどれだけ喜びの中にいようとも、もちろん現実世界っていうのはそこにあって、自分がやっていくことっていうのはやっていかなきゃいけないし、喜びの中にいる方が自分が何をすべきかっていうのもはっきり分かりますよっていうふうに言われてます。悶々と考えたり、なんとなく嫌な空気の中で答えを探るっていうのではなく、スパーンとした喜びの中でこそ感じるんだよっていう感じもしますし、何かこの8月の前半に一つね、ご自身の中で一つ
なんかいいところに到達したみたいな、そういうものを感じる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これはこのカードはね、こう何か社会的なチャンスっていうカードなんですね。こう自分の、ビジネス上のチャンスもそうだし、プライベートな関係性においてももう一歩進めるよとか、何か経済的なこともそう、肉体的なこともそう、何か一つ自分が今思ってるところにも少しステージが上がるというかね、ステップアップした体験ができるよって、そういうチャンスが来るよっていうふうに言われてるんですね。何よりもね、この明るいカードが応援してくれてますから、全てを包み込む光がある、全てを包み込む、今もうもうクォークの世界っていうか、もう本当に、いい波動がね、お羊座の皆さんを守ってるよって感じがします。めちゃくちゃいいのに遠慮することはないって感じですね。ちょっと人間関係見てみますね。ペンタクルス3とカップのキングとワンドのナイトですね。人間関係はどちらかというとこの時期、ちょっとこれ大きな話になっちゃうんですけど、今年の後半はね、人とつながるよとか、コミュニケーション取りましょうとか、情報交換いいよっていう期間に入ってるじゃないですか。でそれを通しながら、実は深いところでお羊座の皆さんは本当の関係性って何だろうっていうことを深いところで考えさせられるみたいなんですね、これは。でその深いところで本当の関係性って何だろうって考えさせられるっていうのは、例えば今までは仕事上の付き合いとして付き合ってきて、これがうまくいくってことが人間関係いいことだと思っていたけど、ふとした時にこの仕事関係ないとしたら私本当につながれる人いるのとか、本当につながれる人って自分にとって有益であるかどうかなんて関係ないんだなとか、そういう何か人とのつながりの中で感じる変化っていうのがあるみたいなんですね。それを感じさせられることが魂の進化につながってるよっていうのがあり、でその上で見た時に、この8月ってめちゃくちゃ楽しめるじゃないですかっていう時なんですけど、人間関係で言ったら、その昔の感覚で人間関係を見ると普通って感じ悪くもないし良くもないし普通なんだけど、もうその関係性に満足できない自分になりつつあるっていうのがあり、もっと深い喜びやもっと深い信頼っていうものを感じようとした時に、ちょうど昔の感覚と新しい感覚が今ちょっと重なってる感じがありますね。新しい関係性を作っていきたいっていう思いとか、でもこれは仕事のことを優先しないととか、もっとプライベートなことよりも仕事だったりとか、昔自分が大事にしていたものとこれから大事にしたいものがちょっと重なってて、それに対してのストレスってほどでもないんですけど、要するに可能性が出たいのに自分の思考でそれを抑えているっていう感じで、この辺とまた一致してるんですけどね。もっと喜んでいいのに抑えるみたいな、人間関係ももっとつながっていきたいけれども抑えるみたいな感じがあります。本当はもっともっと自分も自由に解放されたいし、もっと解放されてる人たちと関わって喜びをもうちょっと爆発させたいみたいな感じ。でも爆発させたいのに有益なことだけ言って、受け入れられることだけ言っておこうみたいな、そんな感じがあるっていう感じがするので、なんでしょうね、これはね。ちょっと仕事のこと見ますね、先にね。絡んでるんですよね、仕事と人間関係が非常に。ちょっと仕事のこと見ます。カップの、ページですね、これは。ジャッジメントワンド6ということで、お仕事に関しては、
うまくいくような流れがあります。なのでこの時期8月に自分が自分を許して解放されている感覚の中にいると、新しいことを計画したり、もしくは過去に計画したことで保留になっていたことをじゃあ取り組もうっていうふうにしたりっていうことで、何かが復活するようなきっかけの流れが入ってくるっていう感じがあります。でこれはとてもいい流れなんですよね。でもそれに対してなんかシンプルに喜べないみたいな感じがあります。なんででしょうか。仕事という自分が何をしていくかっていう仕事の内容だったりとか、携わってることに関してはうまくいくっていうような感じがあり、もう一回復活するっていうか、再生するっていうか、これでいいんだって思う感じがあるんです。でもそれに絡む人間関係ってなると、なんだかその人間関係を求めてないみたいな感じがあり、もしくは自分が仕事を頑張ることによって人間関係に、影響する関係性があるんじゃないかっていうふうに懸念してたりとかですね。そうね。なのでなんか仕事はいいって感じが出てるのに、人のことを気にしすぎてるって感じがしますかね。人のことを気にしすぎている。で人のことを気にしすぎてる私って思った時に大きな流れでいくと、深いところでは本当の可能性とか本当の関わりっていうものを感じて、何を求めてるかっていうのを感じる時期だからこそ、考えさせられてるんだなっていう感じです。でその時に昔の付き合いだったりとか、昔のやり方だったり付き合いっていうのはもうやめていくんだっていう風になんかシフトしていってるような感じがするので、シンプルに友達としてだけの関係性だったり、昔の関わり方っていうのがちょっとずつ変化してる。でもそれをスパンと変化できない何かっていうものがあるっていう感じです。でこのなんかスパンと変化できない何かっていうものが、要するに自分を抑えてるものであり、自分自身を 100% 許せない部分なんだなって感じがします。そうですか。ちょっと待ってくださいこれ見ます。ちょっと待ってね。何が原因なのかちょっと見てみますね。ちょっとカードいっぱい出しちゃうけど、お羊座の皆さん、いやすごくいいからこそスパンと行きたいっていうね、行ってほしいって思いがあるの、何が原因なんでしょうか。はい、癖ですね。もう完全に自分の癖、自分の思考癖だと思います。自分がこれまで生きてきて、これが正しいと思ってやってきたもので、今まで自分が生かされてきたわけだから、それをやっぱりなかなか捨てられないっていう感じがありますね。でどうしたらいいのっていうところなんですけどもう信頼してっていうふうに言われてますね。信用するしかないっていうね。それを何をって、自分自身もだし宇宙をっていうことですね。私はよく本当に自分を信じるよりも宇宙を信じてるって感じですかね。この流れを信じている。自分を信じにくいっていうのは自分のエゴで、自分を曇らせてるからこそ信じにくいんですけど、宇宙を信じるっていうのはもっと大きなものに委ねてるって感じがするので信じられるんですね。なのでこの流れを信じてほしい感じがします。これまで流れてきた流れを信じてみてほしい。うまくいってきたじゃないかとか、できたじゃないかっていう流れを、自分自身の人生のね流れを信じてみてください。そしてその結果得られるものね。はい、アバンダンスということで、自分が望んだものをちゃんと手に入るよって言われてます。すごいですよね。自分が望んだものをちゃんと手に入る。自分が制限してるだけっていうね。最終はラブということで、幸せな愛に満ちた感じのエネルギーですね。いいですね。ちょっとね最後にもう一枚だけオラクル引かせてください。これどの星座も引くからちょっと引かせてください。お盆とかってね、やっぱりこう家族で過ごすとか、何かこう自分が向き合いたくないことにも向き合わさせられるのかなって感じがありますが、よいしょ。また出ましたよ、このカード。アバンダンスっていうカードが出てます。このカードを見て何か感じるものがあれば、それも皆さんの直感でねメッセージ受け取ってみてください。私がさっき感じたのは、お盆だからとか何かそういうちょっと自分がこれまでの思考癖だったりとか、今までの自分の人生の中で行ってきたこう癖みたいなものが、やっぱり自分の可能性っていうものを、まだ制限してるなって感じはするんですけど、
この8月って反復期間でしたよね。いろいろやってみたり下がったり、やってみたり下がったりで、これもなんか反復って感じがするんです。アバンダンスだけど。なのでそうしながら中心に帰っていくよっていう感じがします。こう行ったり来たりしながら中心に帰っていく。そしてなので皆さんがどれだけ自分の思考に偏ってしまったとしても、もしくはネガティブな方に思考が向いたとしても、気にしたとしても、宇宙はいつもこんな風に応援してますということで、むちゃくちゃ明るいエネルギーみたいな感じです。いつでも応援してるよって、いつでも明るいエネルギーで波動を届けてるよって、それに気づいてね、キャッチしてねっていうのを言われてるなと思いました。反復しながらね、ぜひなじませていきましょう、この新しいエネルギーを。ということでありがとうございました。次回また8月のね中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ぜひもし何かしらよかったらいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると本当に嬉しいです。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。